どうもお久しぶりです。田舎もんです。ということでね、相変わらずグダグダやってるわけですけども、庭でね、柿がほんと山のように取れてね、どうしようかな思ったんやけど、近所の人たちも柿まみれで誰ももらってくれないっていうねそういう状況だったんで、これをね、会社の方、町の方へ持ってきたんですよね。で、町の方へ来ると、こういう感じでね、ビルの谷間から見える空っていうのを眺めてると、これはこれですごい風情があってなとかね、思ったりするわけですよね。そして街へ来るといろいろ楽しいことがあって、友達がライブをしてるっていうのでちょっと見に来ましたよ。こういう音楽を聴いてるとなんか自分がね高尚な人間になってるの気がしてね、気がするだけなんですけどね実際やってることって言ったらねこんな感じで、知り合いのおっちゃんが家をぶっ壊してるっていうんでちょっと手伝いに来てね、壊す前に自分の家早直せよっていう感じなんですけどねでもこういうところに来るとね、普段使わない道具っていうのをいろいろ使わせてもらえたんで、すごいいろいろ勉強になりましたね。そしてそこで出てきたゴミですねもうおっちゃんもねこの波板捨てるって言ってたんで、もらってきて洗ってね、もう一回使おうかなっていうことで洗ってるんですよね。なんかそれにしても最近いろんなものの値段が上がりすぎてて、なんか働いても大してたくさん物を買えない時代が来たっていうかね、それやったらこういう感じでゴミを拾ってきてきれいにしてる方がかえって儲かってるような気がするっていうか、なんかうまく言えないですけど、そういう変な状況が今日本にやってきてるなっていうね、そういうことを肌で感じてるわけなんですよね。日やな。そうこうしてたらね、友達のひでちゃんがうちへ遊びに来てくれて、おっさん2人でね、昼間から酒飲みながら日向ぼっこしながら、木と戯れるっていうね、これは結構ね、幸せな時間でしたね。大体でいいか。でもこれさ、その木結構丸いでさ、これも丸いけど、木ってやっぱ丸いんか全部。丸いな。四角い木って見たことないな。なんかあれやね、ボケて掘ったみたいな、俺がボケて掘ったか、なんか嫌味言われとるっていうか。そんな感じで日々空いた時間でこの虫食いだらけのヒノキの木ですね、世界広しといえどもね、こんな虫食いの木の皮を一生懸命剥いてるのは俺ぐらいなもんちゃうかなってふと思ったりするわけなんですけどね。そんなね1円にもならへん作業ではあるんやけども、なんかやっててねすごい心地がいい作業でしたね、これはね。ちょうどね今寒くなってきたけど、寒くなる前にちょっとあったかいシーズンあったじゃないですか。その時にね太陽の光を浴びながら自分の心がこう満たされてる感じがね、すごい実感としてありましたね、この作業をしてるときはね。そしてこの虫食いの後をね延々見てるとね、なんかだんだん意味ありげに見えてきてねなんか昔の象形文字とかもしかしたらこの辺のやつを参考にして作られてるんちゃうかなとかね、そんなことに思いを馳せながらですね、気がついたらヒノキの木ですね、総勢30数本皮を剥きましたんで、これ剥いたからにはなんかやっぱ使わな気が収まらんなってことで、ちょっと適当にね台を作り始めることにしました。あんまり深い考えなしにチェーンソーで適当に切ってるんやけど、皆さんお察しの通り全然四角く切れてないんで、この辺は結局サンダーでちょっと調整しながらって感じですね。効率悪いっすよ、本当にやってることがほんで、さっき作った出っ張りをはめる穴ですね。この辺もちょっとフリーハンドやけどね、ちょっと大体で書いて、で、だいぶ前に買ったこのマルチツールやね。これ、やっと使える時来たんちゃうかなっていうね、思いついて使ってるんやけども、ちょっとこれ微妙っすね。全然なんか思ってたようにスムーズに穴掘れないっすね。
こんな感じで、まあやれんことはないんやけども、まあ結局普通に飲みでやってる方がええなと思ってね、アナログに戻ることにしました。まあさすが素人仕事って感じでね、入ったはやけどめっちゃギーギー言うし、なんか動くしね、まあこれでええんかなとは思いながらですね、翌日ですね、まあこの日もまためちゃめちゃいい日でね、のんびりと作業を進めていきましたよ。こうやって作業してるとね、上でずっとトンビが鳴いてるんですよね。このトンビの鳴き声と、飲みでカンカンする音、そして香ってくるこのヒノキの香り。この3つって、この平安時代の頃から何も変わってないんやなっていうのを思うと、なんかすごい思いがね、膨らんでね、なんか平安時代の大工さんとか、なんかそういう存在へ思いが至るっていうかね、まあ若干酔っ払ってるんですけどね。まあこの出来栄えを見て平安時代の大工さんと自分を重ね合わせるっていうのは若干おこがましいよなと、まあ、そんなことを思ったりしながらですね、まあ、とりあえずハマるだけハマったんでこれをね2つ連結させていくんですけども、まあちょっと丸い木にちょっと疲れてきたっていうかね、まあ、四角い木が恋しくなってきてですね、これもまあ1年ぐらい前にね近所のおっちゃんにもらった廃材なんですけど、まあこれをねちょっともう使うことにしました。こんな感じでとりあえず仮止めをしといてですね、まあ、やってみるとやっぱりビスって本当にありがたいなと四角い木ってありがたいなと思うわけですけども。で、こんな感じで斜めにね、4箇所ボルトで止めることにしました。まあやっぱ文明の利器はすごいわ。ありがたいね。で、まあ、出来上がったものを見てですね、まあ、これは一体何と自分の中で3回ぐらい問い直したわけですけども、まあ、台は台やなっていうことで、丸いままだとね、ちょっと使いにくいんで、電気カンナですね、これちょっと表面だけね、平らにしようかなと思って、バーッと削ってたら、なんかこれ、えらい削りやすいなってことに気がつきまして、まあ、これまでね、屋内の物置で電気カンナ使ってて、まあ、家の中結構むちゃくちゃになるんで、まあそういう作業をするのにこの台があるとええなと、まあそういう風に考えがだんだん固まってきまして、で、ちょっと真ん中に切れ込みを入れて、丸太をね、置けるようにしておきました。このど真ん中に切れ込みを入れたのはね、ちょっと間違いやったかなと、今になって思うんですけども、まあとりあえずこんな感じでね、丸太を置いて、電気カンナでね、表面削りやすいんで、まあちょっといろいろ、後々ね、工夫しながら、もうちょっと使いやすいようにしていけたらいいかなと思います。まあそんな感じで皮むきからの突如の思いつきっていう感じでね、まあようわからん台を作ってしまいました。まあ気持ちとしてはルパン三世の五右衛門ですね。またつまらぬものを作ってしまったみたいな、なんかそんな感じのね、言葉が頭の中で出てきましたけども。最後にこのね、サビ止めですね、ローバル亜鉛のスプレーですね。それを振りかけて、まあとりあえずって感じですね。まあこんな感じでね、外で作業できると片付けもね、だいぶ楽っすからね。ちょうど横に畑もあるんでね、この削りカスですね。
バーッと巻いときました。もしかしたら虫が湧くとかね、あんま良くないんかもわかんないですけども、もともとね、自然のもんやから、そんなに悪くないと信じてますけどね。で、畑にはですね、今、マイブームがサンドイッチなんでね、レタスだけ植えてありますね。で、こっちは干し草が上に置いてあって、で、手前側はヒノキの皮を剥いた時の木くずですね。これもね、いいんか悪いんかどうか知らないですけどね。そしてね、あったかい日が続いたかと思ったら、急に寒くなってくるからね、うちのこの洗濯機、ブルーシートをのけたらね、3匹のカエルがね、ちょうどこの蓋が開くライン上に乗っててね、親子なんかな、可愛いんやけど、ちょっとのいてもらうっていうね。そんな感じでね。今回もどうでもええ話に付き合ってくれて、みんないつもありがとうございます。それではまた。すまんの。純子や。ごめんな。揺れるで、これ。すまんて。